すでに国土は焦土と化し、兵も民も限界にございます。こうなることは始める前から分かっていたではないか。この戦争、もはや続けることはかなうまい。陳の意向に反して、お前の始めた戦争だ。東条、行け。やるたい。条件を引き出してまいれ。策は任せよう。しかと賜りました。必ずや我が命に変えても。東条、まさかこの会談に交渉しに来たとは言わないよな。ご命令である。国体護持を前提とした条件付き降伏を提案したい。この後に及んでまだ交渉だと、貴様らの爆撃された都市の瓦礫ではカードすら配れまい。時間の無駄だ。降伏とは選ぶものではない。では、統率者戦で決めるまでですが、我々の刀はまだ割れてはいない。私の統率者、海援がその魂を見せよう。やはり日本は完全に屈服させる必要があるようだね。私の思考会議がその刀を折ろう。フランクに頼るまでもない。俺のアブリーンがとどめを刺してやろう。日ソ中立条約はまだ有効だが、俺のおぼしが状況を教えてやろう。この東条、この一戦に神明をとする。私のターンからだ。ドロー、平地をセット、頭蓋骨締めを唱える。ターン終了だ。私のターン、ドロー、平地をセット、ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、悪意の神殿をタップイン。戦術1を行う。トップはそのままだ。ターンエンド。俺のターン、ドロー、統率の塔をセット、ターン終了だ。私の手番だ。ドロー、作戦室をセット、ターン終了。私のターン、ドロー、風変わりな果樹園をセット、乳白色のダイヤモンドを唱える。青が出ない。ターンエンド。俺のターン、ドロー、沼をセット、木々の印鑑を唱える。そこからケデレクトの規制の召喚だ。今はないな。俺が赤のパーマネントをコントロールしている場合、ドローで1点ダメージを与える。ターンエンド。俺のターン、ドロー、森をセット、ターン終了だ。私の手番だ。ドロー、催眠の宝珠を唱える。この色の効率的なミルはこれくらいしかない。ターン終了。私のターン、3枚アンタップで3枚切削。ドロー、島をセット、ようやく青が出るね。歓迎する吸血鬼を召喚。ターンエンドだ。俺のターン、3枚アンタップで3枚切削。ドロー、かさぶた族の強戦士を召喚。このまま戦闘に入り、かさぶた族の強戦士とケデレクトの犠牲まで東条を攻撃。ブロックなし。かさぶた族の強戦士が巧妙になった。クリーチャーでない呪文を唱えると2点のダメージを与えるぞ。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、ケデレクトの規制まで1点ダメージ。沼をセット、吸血鬼の夜は死を召喚。飛行、摂氏、反魂は我が帝国軍の主力だ。ターン終了。私の手番だ。2枚アンタップで2枚切削。ドロー、ケデレクトの規制まで1点ダメージ。資源がない。アメリカの石油禁輸措置の影響は甚大だ。君たちの戦争遂行能力はもう限界だろうね。ターン終了。私のターン、 3枚アンタップで3枚切削。ドロー、ケデレクトの規制まで1点ダメージ。デカンター・オブ・エンドレス・ウォーターを唱える。かさぶた族の強戦士で2点ダメージ。続けて三日月の神を召喚だ。金融解除か。我々の攻めての慈悲というものだ。歓迎する吸血鬼が誘発してワンドロー、ケデレクトの規制まで1点ダメージ。ターンエンドだ。俺のターン、 5枚アンタップで5枚切削。鬱陶しいな。三日月の神の効果を含め2ドロ、風和の小道をセット、戦闘だ。かさぶた族の強戦士とケデレクトの規制まで東条を攻撃。ブロックなし。戦闘後、腐食の荒馬を召喚。ターンエンドだ。俺のターン、3枚アンタップで3枚切削。ミドロー、ケデレクトの規制まで2点ダメージ。君も大概だぞ。ジョー、沼をセット、俺の統率者、アブリーンを召喚。ここからが本番だ。戦闘に入る。吸血鬼の夜足で、ジョーを攻撃。ブロックできない。アブリーンの能力で、夜足にプラス1カウンターを2降伏。ターン終了。あれは放置できない。吸血鬼の夜足に余計の道を打つ。かさぶた族の強戦士で2点ダメージ。夜足は追放され、ライブラリーから森をタップイン。作戦室からマナを出してターンをもらおう。私の手番だ。2枚アンタップで2枚切削。2ドルを。ケデレクトの規制まで2点ダメージ。聖意の塔をセット。摩滅したパワーストーンを唱える。かさぶた族の強戦士で2点ダメージ。白が1つしか出ないが、
これでなんとか動けるだろう。ターン終了。私のターン。お前アンタップで5枚切削。2ドロー。ケデレクトの規制まで2点ダメージ。啓蒙の神殿をタップイン。戦術1を行う。そのままにしておこう。私の統率者。思考会議を召喚。歓迎する吸血鬼が誘発してワンドロー。ケデレクトの規制まで1点ダメージ。これでターンエンドだ。ターンをもらう前にグーワの小道を起動し、山をタップイン。俺のターン。お前アンタップで5枚切削。2ドロー。思考会議の能力が誘発。私もワンドロー。ケデレクトの規制まで1点ダメージ。俺の統率者。おぼしを召喚だ。おぼしで腐食の荒馬に騎乗。戦闘だ。かさぶた族の強戦士と腐食の荒馬で登場を攻撃。ブロックなし。妙だな。ソ連からの攻撃が一番激しい。攻撃時の腐食の荒馬の効果でライブラリートップを公開。ラクドスの印鑑を手札に加え、お前たちのライフを2点失わせる。ターンエンドだ。もらう前におぼしに致命的なはしゃぎ回りだ。ダメージが大きすぎる。だがかさぶた族の強戦士で4点ダメージを与える。そこは我慢だ。俺のターン。お前アンタップで5枚切削。2ドロー。私もワンドロー。それぞれケデレクトの規制までダメージ。各1点で済んでよかった。ラノワールの光源をセット。工作を唱える。かさぶた族の強戦士で2点ダメージ。森を戦場に出し、森を手札に加える。エルフの神秘化を召喚。2つ目の呪文を唱えたので思考会議のもう一つの能力が誘発。22の騎士トークンを一体生成。これにより歓迎する吸血鬼の能力が誘発。ワンドロー。ケデレクトの規制まで1点ダメージ。かなりややこしい盤面になってきたな。戦闘に入る。アブリーンで上攻撃。ブロックなし。アブリーンの能力でプラス1カウンターを3個置く。ターン終了。私の手番だ。4枚アンタップで4枚切削。2ドロー。私もワンドロー。それぞれにケデレクトの規制までダメージ。中心を召喚。中心を生贄に捧げ、墓地のクラウドを戦場に出す。クラウドの能力が誘発。ライブラリーから竹野の大将、正盛を手札に加える。私は陛下から軍刀をいただけて羽織らんだね。その後、クラウドに頭蓋骨締めを装備。クラウドの能力で、頭蓋骨締めの効果が2回誘発。4ドロー。平地をセット。ケデレクトの規制まで4点ダメージ。ターン終了。私のターン。6枚アンタップで6枚切削。2ドロー。さらに思考会議の誘発でワンドロー。ケデレクトの規制まで3点ダメージ。リソースは十分確保できた。私は独房監禁を唱える。アメリカは本来孤立主義だ。かさぶた族の強戦士で2点ダメージ。続けて太陽の指輪を唱える。2つ目の呪文を唱えたため22の騎士トークンを一体生成。歓迎する吸血鬼が誘発してワンドロー。かさぶた族の強戦士のケデレクトの規制魔もダメージは軽減される。俗物の放棄で催眠の宝条追放だ。勝利手段が落ちては困るからね。大丈夫だ。問題ない。これでターンエンドだ。手札上限超過分を捨てる。俺のターン。2ドロー。私もワンドロー。4マナで白熱の熟達を唱える。登場。好きなだけ手札を入れ替えてもいいぞ。ライフが詰まっていて無理な話ですな。3枚サーチし、3枚無作為に捨てる。かさぶた族の強戦士で腐食の荒馬に騎乗。戦闘だ。腐食の荒馬とケデレクトの規制までチャーチルを攻撃。ブロックなし。攻撃時の腐食の荒馬の効果でライブラリートップを公開。早足のブーツを手札に加え、お前たちのライフを2点失わせる。失わせる効果は防げないな。戦闘後冒涜の行動を唱える。盤面を一掃だ。2つ目の呪文を唱えたので22の騎士トークンを一体生成。冒涜の行動の上から完璧な策略を唱える。私のクリーチャーは破壊不能だ。クソ、裏目に出てしまった。これでターンエンドだ。俺のターン。2ドロー。私もワンドロー。ケデレクトの規制魔のダメージはなくなったか。森をセット。ささやく毒蛇。アフェリアを召喚。友なる石も唱える。2つ目の呪文を唱えたので22の騎士トークンを一体生成。歓迎する吸血鬼の能力が誘発してワンドロー。ヘンリカ・ダブナティを召喚。戦闘に入る。ヘンリカ・ダブナティの効果でカードを1枚引き1点のライフを失う。ターン終了だ。私の手番だ。2ドロー。私もワンドロー。平地をセット。私の統率者。海縁を3マナで召喚。許さん。許さんと帝国名。許さないからどうだというのだ。永遠や触れの杯をキッカー1で唱える。2つ目の呪文を唱えたため22の騎士トークンを一体生成。歓迎する吸血鬼が誘発して
ワンドロー。ターン終了だ。私のターン。アップキープに独房換金のコストとしてカードを1枚捨てる。ドローステップもなしだ。大草原の川をセット。戦闘に入る。歓迎する吸血鬼と騎士トークンを焚いて女王攻撃。ブロックできない。厳しい展開だ。戦闘後ティアの戦天使を召喚。これでターンエンドだ。俺のターン2ドロー。私もワンドロー。 X=5で横揺れの自信を唱える。今度こそ盤面を一掃だ。では私はガーディアン・オブ・フェイスを召喚だ。私のクリーチャーをフェイズアウトさせる。なんだと。恐れるべきはベーテよ。ターンエンドだ。俺のターンドロー沼をセットバーリマを召喚思考の器を唱える。私の統率者アブリーンを再召喚。ターン終了だ。私の手番だ。ドロー。平地をセット。何もせずに満身創痍だ。変容の軍勢を召喚。22の多層トークンを一体生成。マヤの回収者も召喚。マヤの回収者に頭蓋骨締めを装備。2ドロー。マヤの回収者の死亡時誘発で墓地の秘技の印鑑を手札に加える。回収した秘技の印鑑を唱える。次に一縷の望みをかける。ターン終了だ。私のターン。フェイズアウトしていたクリーチャーがフェイズイン。アップキープに独房換金のコストとしてカードを1枚捨てる。ドローステップはなしだ。まず戦闘に入る。戦闘前に剣を隙にでティアの戦天使を追放。無人でついでに解釈されるわけにはいかん。4点のライフを得る。では歓迎する吸血鬼で登場。騎士トークンを焚いて女王攻撃。ブロックできない。止められない。首皮1枚だ。戦闘後知識の不信を召喚。これでターンエンドだ。俺のターン2ドロー。私もワンドロー。沼をセット。正解の魂やキボルトを唱える。それは許可できないな。断れない提案を唱える。なんだと。もはやフランクは手がつけられないな。キボルトは打ち消され、宝物トークンを2個生成。ターンエンドだ。俺のターン2ドロー私も1ドロー。スピアバーを唱える。女王スズメバチを召喚だ。2つ目の呪文を唱えたため22の騎士トークンを1体生成。歓迎する吸血鬼の効果でワンドロー。11飛行摂氏の昆虫トークンを4体生成。独房換金さえどうにかできれば戦闘だ。アブリーンとアーリマンで女王攻撃。ブロックできない。限界だ。アブリーンとスフェア版の効果でそれぞれにプラス11カウンターが複数乗る。そのままターン終了だ。私の手番だ。2ドロー。私もワンドロー。私の統率者海縁を再召喚。欧米列強の帝国主義が長きにわたりアジアを蹂躙してきたことを断じて看過できぬ。アシュノットの釘台を唱える。2つ目の呪文を唱えたため22の騎士トークンを1体生成。歓迎する吸血鬼の効果でワンドロー。アシュノットの釘台で多層トークンを生贄に捧げて2マナ生成。竹野の大将正盛を唱える。正盛を変容の軍勢に装備。おや本当の腹切りというものを見せてやろう。アシュノットの釘台で変容の軍勢を生贄に捧げて2マナ生成。正盛の効果で変容の軍勢は戦場に戻る。多層トークンを1体生成。生成した2マナで再び変容の軍勢に正盛を装備。これを繰り返して無限マナー、無限トークン、海縁の上に無限プラス11カウンター。さらに頭蓋骨締めを挟むことで無限ドローだ。月銀の鍵を挟んでカイレクシアの釘台を察知して唱える。これで夕食無限マナになる。堂々たる撤廃者を召喚。寛大農地をサイクリング。終わったね。ご英母衆院を唱え第三の道のロランを手札に加える。ロランを召喚し独房換金を破壊。狂気の祭壇を唱え全員のライブラリーを切削だ。私の勝ちでよろしいかな。対応はない。あそこから勝機をつかむだと。いつでも倒せると油断した。これが日本の底力だ。 D29 は竹槍で落とせる。まさかあの状況から逆転するとは全く理解できん。セップクラッシュ似ているだけで胃が痛くなる。だが確かに勝利だ。腹を切り血を流しなお立ち上がる狂気か。いやあれが日本の意志力というものか。侮れんな。これが日本の精神か。犠牲を厭わぬ覚悟と冷徹なまでの計算。東条英機。この男は国家そのものを欠けている。我々は日本に対してやはり無条件降伏を求めるべきだ。あのような得体の知れないものを放っておくことはできない。
全面的な武装解除、そして徹底的な監視体制が必要だ。あのような狂気を再び許すわけにはいかん。自由と平和のために日本には戦いを終わらせる責任がある。我々はそれを求め続ける。